多分大学卒業以来ですね。駅で降りるのは本当に15年ぶりぐらいになってます。これがね、上側になるんですよ。あ、ちょっと上下間違わないようにしてもらって、はいはい。こっちがね、なるほど。上になるんで、はい。こっち側に書いていただきたいんですけども。はい。はい。これ全面にもう書いちゃっていいんですよね。はいはいはい。汗ばんだ手で触ると、これかなり濃い墨で書いてあるんで、そう、バッと汚れちゃうんで、ちょっと裏はじゃあ、はい、気をつけていただいて。はい。はい。私が今回、実家に帰ってきた理由でございます。神社の方に奉納される絵馬の絵を描くことになりました。こちらはね、名前が墨で書いてあるみたいなんですけど、絵馬、作画、画家、内田慎之介、書いていただいております。裏に絵を描きます。依頼で竜と大井川上流域の風景というオーダーがありますので、そちらを失敗できないですね、これは。今日が8月30日です。奉納が9月2日なので、明日31日いっぱい使って1日納品。で、2日に大井川神社に奉納という形になります。で、その奉納も、なんと席を用意してくださったので、奉納の時も、見に行きたいと思います。ということで、初絵馬制作、頑張りたいと思います。頑張ります。ちょっとマッキーで試し書きをしてみたいと思います。若干にじめるんですが、そこまでじゃなさそうなので、ちょっとこの後ここら辺はマッキンなしで、アクリルだけでやってみようと思います。マッキーなしでやっていいかな。なしでやった後、もし必要だったら後でマッキーの線引くの方が安全ですよね。ので、本ちゃんはまずは墨絵でやった後、マッキー使うかどうか考えたいと思います。にじまないんですが、結構吸い込みますね。ので、絵の具の伸びは悪いです。結構これは難しいかもしれません。絵馬の方完成しました。今回大井神社というところに奉納されるんですけど、リクエストで大井川上流の風景プラス龍ですね、水の神様ということでリクエストをいただいたので、この下の部分が一応大井川上流の風景と、あとちょっとね頑張って
竜を描きました。はい。で、今回初めて木の板で描いたのと、これ水墨画っぽいのは、ちょっと初めてですかね。黒背景に白い絵の具でライブペイントをやったことあるんですけど、こういうね、普通に墨絵みたいに描くのは、おそらく初めてだったと思うんですけど、無事に終わってよかったです。サインはここに入れさせていただいております。ということで、明日、大井神社の奉納を見に行きたいと思います。楽しみです。あ、おはようございます。あ、すいません。いいえ、とんでもないです。すごいな、やっぱ。丸一日ぐらい。丸一日ですね。なんだろう、すごい立体的なんですよね。書かれた方だと分からないかもしれないですけど。そうですね。書いてる方はちょっと。見れないことがあるんでね。ああ、そうですね。家庭全部見てるので。ということで、エマの納品先の大井神社にやってきました。これから奉納式があるということで、母から服を一式借りました。で、どういうことをやるかわかんないんですが、一応パンフレットもあるので、エマの絵師として参加してきます。受付に行きます。この神社いつも初詣で来てるとこなんですけど、夏に来るのは初めてですね。雰囲気が違います。あ、そうです。あ、すごい。置いてある。絵馬が置かれていました。すごい。大井神社です。受付が終わりました。今、玉串拝礼の儀の説明を受けたんですが、なんと1人でさらに7人ぐらいしかやらないみたいで、私が鳥らしいです。さっき神社の方からやり方を教わったんですけど、めっちゃ心配です。頑張ります。なかなかやることないですもんね。ちょっと緊張しますが頑張りたいと思います。次に今回の大絵馬のデザインを手掛けていただいた画家の内田慎之介様、お願いいたします。以上で玉串法典を収めます。無事に終わりました。お土産をいただいて、皆さん写真撮ってくれました。絵の方は多分これからこのさっき儀式を行ったところに飾られて、ずっとね奉納されるということで、大変光栄なお仕事でございました。初めてちょっと墨絵というか木に絵を描いたんですけども、今後もまたねこういう依頼があったら嬉しいなと思いますので、光栄なお仕事ありがとうございました。もしね静岡県島田市に来ることがありましたら、大井神社に
絵が奉納されておりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。それでは。